どうも、僕です。日本で一番有名な都市伝説とか、妖怪って何かなって考えてみたんだけど、なんやかんや口先女じゃないかなって思ったんだよね。知ってる口先女さん。そうそうそう。長身の女の人が電柱の影に立ってて、近寄ると、私、綺麗って声かけてきて、綺麗んじゃないですか。みたいな感じで答えると、これでもって言ってマスクを取って耳下まで裂けた口を見せてくるみたいな感じですね。で、綺麗って答えた後も追いかけられるっていうのは有名な話なんだけど、で、そっから先はっていうと、家まで追いかけてきて玄関口で切り殺されるなんて言われてます。かなり理不尽だよね。で、これちなみにブスって答えても包丁やハサミで刺されてしまうなんて言われてます。これも理不尽だよね。今日はそんな世界最強のメンヘラさん、口先女について詳しく説明していきたいと思います。はい。いろんな説があるんだけど、1979年12月頃に岐阜県八百津町という当時人口1万5千人ほどの町が口先女の発祥じゃないかって言われています。噂が広まってすぐに、また岐阜県内の別の町で農家のおばあさんが夜トイレに行く際に庭の隅に口が耳まで裂けた女を見たという不審者情報が寄せられていることから、一番初めに噂が立ったのは岐阜県ということで間違いはないでしょう。この話は地方新聞や週刊朝日などで記事が掲載されて、次第に子供たちの間で噂が繰り返されることにより、現在よく知られている口先女の話が出来上がっていきました。特徴としてはこちら。100メートルを6秒で走る。ポマードが嫌い。べっこう飴が好き。こんな特徴が有名だよね。実はマイナーな設定だとこんなのもあって、赤い傘を差していてそれで飛ぶこともできる。口先女は3姉妹で全員口が裂けている。赤いセリカに乗っている。2階以上高い場所に行くことができない。血液型が O 型の人は襲われない。これちなみに100メートルを6秒って話だけど、ドラゴンボールの初期に亀仙人のところで悟空とクリリンが修行してた時の100メートルのタイムっていうのが、クリリンが 10.4 秒、悟空がね 8.5 秒、亀仙人が 5.6 秒でした。亀仙人近い脚力を持っているっていうことですね。戦闘力も高そうです。口先女の噂は半年ほどで岐阜県から北は青森、南は鹿児島まで伝わったと言われています。当時の小学生は本当に口先女に恐怖を感じていたらしくて、実際にパトカーが出動したり集団下校が行われたりと、社会現象になるレベルで警戒されていたっていうからびっくりだよね。で、実際に25歳の女の人がいたずらで口先女の格好を真似して包丁を持ってうろついて逮捕された事例もあったといいます。ここまで大きな噂になるとかなり長期にわたってパニックになるような気がするんだけど、1979年の8月には急に噂が落ち着いてしまったといいます。そんな口先女の正体についてはいろんな説があるので、そちらの紹介していきます。説1、CIA 陰謀論説。ちょうど噂が広まった1970年代の終わり頃、自衛隊が口コミの広がり方についての実験をしているという噂があったといいます。この実験には在日米軍や CIA も参加していて、日本国内での噂の広がる速度や傾向を見る目的があったのではないかと言われています。確かに岐阜って日本の東西を分ける中心部で、天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いなんかも岐阜だったもんね。東西の情報の電波を計測するにはちょうどいい立地だったのかもしれないね。それに大都市で多くの人が目撃したから大きな噂になったっていうんだったらわかるんだけど、都会とは呼べないような田舎が最初の目撃例であったにもかかわらず、これほどまでに早く噂が日本各地に広まるっていうのも不思議だよね。そういうことが理由で陰謀論説っていうのが囁かれるようになりました。その2、お母さんのデマ説。噂が広まった当時、塾に通う子供が急増していたと言います。しかし塾に通わせるにも経済的に余裕がなければ難しくて、子供が塾に行きたいと親にせかんでも諦めさせなければならないような家も多くあったと言います。そこでお母さんは子供に塾に行くのは危険なことなどと認識させるために口先女という作り話をして、恐怖心を植え付けることにより塾に行くことを諦めさせたのではないかという説です。ねえお母さん、塾僕も行きたい。学校のみんな行ってるよ。ねえ僕も。あんた塾なんて言ったら夜口先女に会うわよ。やめておきなさい。何口先女って。口先女っていうのはね、みたいな会話が繰り広げられたとしてですね。で、次の日学校で、お前塾行かないの？お前知らないの？塾とか行ったら口先女出るから。マジやべえから。何口先女って。今時口先女も知らないの？いいか、口先女はな、
みたいな感じの会話が繰り広げられるわけですよ。で、今まで子供の噂っていうのはなかなか学区を越えて伝播することっていうのはなかったんだけど、塾は学区関係なく子供が集まってくるよね。で、塾でもこういう口先女の話題が出て、次第に噂がいろんなところに広がってしまったっていう感じですね。また、そのように教育が盛んになったからこそ、教育ママというのも増え出して、子供に起こる怖いお母さんが口先女の発祥になったんじゃないかっていう説もあります。その3、整形に失敗した女性説。最近日本でも整形をする女の人っていうのが増えていて、整形の施術数施術数は世界的に見てかなり上位で3から6位ほどだと言われています。そんな整形ですが、実はかなり歴史が古くて、1920年頃には二重まぶたや鼻を高くする手術っていうのが日本でも行われています。1960年頃には美容整形をする病院は都内に100件を超えていたといいます。そして美容整形が一般に広く浸透したのは口先女が話題にもなった1970年代の末頃っていう風に言われています。急に増えた病院の中にはあまり想像したくはないんだけど、ヤブって呼ばれる医者もいたんじゃないかな。で、そういう医者に手術っていうのを受けた若い女の人が二度と戻ることはない自分の醜い姿に絶望して、精神病院へと入院することになるも、たびたび病院を抜け出しては私綺麗と聞いて回っていたっていう説です。1990年代に整形手術失敗や医療ミスなどの話題が持ち上がると、口先女の話題も同時にまた広がり始めたっていうことから、口先女と整形手術っていうのは切っても切り離せない関係みたいだね。はい。というわけで、ネットがある時代とかだとこういう噂が噂を呼んでみたいなのは少し難しいかなっていうふうには思うよね。やばい。俺、昨日、口先女見ちゃった。写真は撮ってない。はい、嘘つみたいな感じで終わっちゃうこともあるかもしれない。で、これちなみに口先女って割と近代の妖怪とか都市伝説みたいな気がするんだけど、実は江戸時代ですでに口先女にまつわる怪談が存在してたりします。ヘズツ東作による怪談集、怪談録の杖では、今でいう新宿あたりをゴンスケという10代後半の男が雨の中を傘を差して歩いていると、ずぶ濡れの女がいて傘に入るように言ったところ、振り向いた女の顔は口が耳まで裂けていた。ゴンスケは腰を抜かし、気がつけば老人のように歯が抜けたほうけた顔になり、言葉も話せなくなった挙句、息を引き取ったと言います。これ口先女の中でも最強の部類の口先女だと思います。思ったより昔から口先女の存在は考えられていたみたいだね。口先女の対策としては、べっこう飴を投げて、それを夢中で舐めている間に逃げるっていうのだったり、綺麗って聞かれた時に、普通って答えるだったり、いろんな対策があるので、もしあった時はぜひ試してみてください。最近はコロナの影響でマスクをする人が増えたんで、口先女のアイデンティティも失われつつあるんで、ぜひこれからも口先女さんには頑張ってほしいなと、同じ妖怪からエールを送りたいと思います。では今日はこの辺で、またどこかで会おうね。